どうもちは、カニコでございます。ということで、今日なんですけども、朝市をブラブラ歩いてたら、こんな魚見つけたんですよ。うわっ、これいいのがあるじゃないの。あるね。ほら、すげえ声通るよ。ほら、でもボラってさ、あんまりいいイメージのない魚ですけど、本当は美味しいですよ。今来たところね。というわけで、本日の食材がこちら、ボラっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、市場で見つけたボラっていうことでね、ひときわ輝いてたんですよ、この人。撮影日が9月14日なんですけども、ボラの旬は冬なんですよ。寒ボラって言って、タイよりうまいと言われてるんですよね。ただ夏のボラっていうのは、匂いがあって美味しくないぞと。って言われてるんですよね。そしたらもう夏も終わりかけた秋口のボラ、どうなんだろうと。僕も食べたことねえなと思って。でも魚の旬とか、あと匂いとか油の質っていうのは季節だけじゃ何とも言えないところはあるんですよ。例えばサワラなんか、魚辺に春と書いてサワラって書くんですけども、僕らの地域では春に取れるサワラっていうのはそこまで油乗ってないんですよ。秋の方が油があったりするんですよね。なんで全ての魚にこの時期だから美味しいとか、この時期だから臭いとか言えないんですけども、一般的に言われてるのは夏のボラは臭いって言われてるんですよね。なので今日はこちらのボラを食べてみたいと思います。何して食べような。お刺身でいきましょうか。お刺身と、あと昆布締めしてみましょう。そしてもう一つ。このボラのお腹の中には、この一匹から一つしか取れない超貴重部位があるんですよ。それがね、ボラのへそっていうんですけど、今日はそれも食べていきたいと思います。よし、そしたらじゃあまずは、おろしていきます。防波堤とか川で釣れるボラってとても臭いんですよ。ただこのボラはね、全然臭くないですね。多分沖合で取れたボラなんでしょうね。ボラはね、こんな顔してるんですよ。すげえ可愛い顔してるんですよ。で、口は牙一切ありません。なんでかというと、ボラって魚とかは食べないんですよ。フィッシュイーターじゃないんですよね。藻とかを食べるんで、牙っていらないんですよね。で、目が大きくて可愛いですね。で、実はボラって出世魚で、このぐらいのちっちゃい頃はイナッコ。で、大きくなっていくとボラ。で、もっともっとメータークラスになってくるとトドって呼ぶんですよ。で、ボラは大きければ大きいほど美味しいと言われてます。で、トドになってくると、この目がね、真っ白になってくるらしいですね。脂が乗りすぎて。そういう個体はものすごく高いです。市場でもびっくりするぐらいの値段で売られてます。で、皆さん、カラスミっていう珍味知ってますよね。パスタとかに使う。カラスミの原料がこのボラの卵ですね。このボラには、卵は入ってないと思います。卵が入ってるボラは、もうこんな値段じゃ買えませんので。はい、ちょっとお話が長くなってしまいましたが、さばいていきます。そしたらまず、鱗を取っていきます。ボラの鱗は、大きくて飛びやすいです。シンクで水を流しながら取るといいですよ。ほら、ものすごい大きいです。ただかなり取りやすいです。はい、では鱗が取れました。そしたらお腹を割ってボラのへそを取っていきましょうか。ボラのへそはこの辺に入ってますんでね。じゃあ割っていきます。はい、これがボラの内臓の中ですね。内臓脂肪もありますね。やはり脂のある個体でした。で、ボラのへそがここです。ここについてます。これ、わかりにくいですね。で、これが内臓ですね。で、内臓の白い周りのこれ、内臓脂肪ですね。で、これが肝臓ですね。で、この肝臓と内臓にくるまれてるこれ、このそろばんの玉みたいなやつ。これがボラのへそ。これ部位的にはね、有毛鰤に当たるのかな？人間で言うと、十二指腸、ここら辺ですね。につながる胃の部分だそうです。で、これを切り取ります。これが一匹のボラから一個しか取れないボラのへそ。で、このボラのへその中には食べかすが入ってますので、この食べかすを取っていきます。なので半分に割っちゃった方がいいですね、一回。いきますよ。こんな感じですね。ほら、わかります？汚いのこれ。なんか砂みたいなものも入ってますよね。これがボラの食べかすですね。で、この白いところ、このヒレヒレのところはちょっと臭いので、これ取ります。V 字カットみたいな感じで取っていきます。こんな感じですね。こちら側も一緒。こんな感じ。砂肝みたいですね。
で、これをあと半分に切って、串かなんかにこうやって刺して、あとは塩コショウ振って焼けば、ボラのへその焼き鳥風の完成。これがうまいんすよね。よーし、じゃあ本体を下ろしていきましょう。まず頭を落としていきますね。ボラのへそ入ってたとこがちょうどここなんですよね。なんで内臓を抜かない状態で、ここに包丁を入れちゃうと、ボラのへそを傷つけちゃうんで、ボラのへそも食べたい場合は、ボラのへそを取り出してから下ろした方がいいと思いますよ。はい、こんな感じ。締めた後はなさそうだな。でもちょっと結構血も出ますね。はい、このように血もきれいに取りました。で、このお腹の膜についてるこのヒレヒレ。これがね、油なんですよ。やっぱりね、すごく油のあるボラでした。そしたらおろしていきますね。下入れて上入れます。で、ボラの骨はね、意外とまっすぐビシッと入ってるんで、大名おろしとかでもいいかもしれません。はい。1枚。下側も一緒。下入れて、で、背びれの方にも1本入れていきます。はい。はい、OK。はい、では3枚におろせました。そしたら腹骨をすいちゃいます。よいしょ。そしたら今日はこちら側を食べましょうか。さあ、臭いんだろうか。どうなんでしょうかね。そしたら皮引いていくんですけど、ボラって血合い骨がほぼ入ってないんですよ。入ってるのはここまでなんです。ここ。ほら、今、ガリガリって当たりましたね。ここら辺まで。こんだけしか入ってません。なんでこれはまた別の料理で使うとして、今日はここを使っていきましょう。で、ボラの皮目ってネズミ色であんまり美味しくなさそうな色してるんですよ。で、なので若干包丁浮かして、ネズミ色の下のこの赤いところを残すように皮引いていきます。こんな感じ。ギリギリを攻めるんじゃなくて、ちょっと浮かして、あんまり浮かしすぎてももったいないんですけど、若干浮かす。これ難しいんですけどね。こんな感じですね。ここら辺うまくいきましたね。ちょっとここ残っちゃってますね。こうボラのこの皮肌拭くと結構ね、汚いんですよね。なんで皮肌はちょっと浮かして引くといいかもしれません。そしたらじゃあここら辺落として、こっちはお刺身、こっちは昆布締めでいきましょうか。で、お刺身の方はピチッとシートにくるんでおきます。これで冷蔵庫で保管。で、お次は昆布締めですね。昆布を水で戻します。で、ここで完璧に戻すんじゃなくて、半分ぐらい戻します。こんな感じですね。ちょっと、こう、硬い感じ。で、水気を切ります。そしたら、ここに、日本酒をぬりぬりします。で、なんで昆布を完璧に戻さないかというと、このまだ戻りきってない部分が、このボラの水分を吸ってくれるんですよね。なので、完璧には戻しません。こんな感じで。そしたら、そこに、軽く塩振ります。そしたらボラを置いて、で、挟みますと。ぴったりだな。はい、こんな感じ。そしたらこれをラップにくるみまして、こちら冷蔵庫で半日ほど寝かしたいと思います。それじゃあ半日後に移動。はい、というわけで半日経過。開けてみましょう。まずは普通の方。水分抜けていい感じですね。で、こちら、昆布締め。ボラの昆布締めなんて珍しいですよ。このネバネバは昆布のネバネバなんで、腐ってるわけじゃないんでね。おー、いいね、いいね。わ、すげえうまそう。飴色な感じになってるの分かりますかね。しっかり昆布の旨味が移ってます。こっちが昆布締め、こっちが普通の方。パッと見はそんなに違いはないですね。味の違いはどうなんでしょうね。そしたらこちらを切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こっちが昆布締め、こっちがお刺身。へそも焼きました。もう見た感じ、肉みたいじゃないですか。じゃまずはこちらの冷たいお刺身の方からいただきましょう。まずは普通のお刺身の方から。うまそう。お醤油にペッペとつけていただきます。
うん。うまいな。程よく脂があってうまいですね。ほんの少しだけ香りがあります。なんか口に入れた瞬間に、炭みたいな香りがしましたね。なんでだろう？なんで炭の香りがしたんだろう？身自体は脂があって旨味があってとても美味しいです。やっぱりボラは美味しい魚ですね。次はこちら。昆布締めをいただきましょう。醤油ちょっとつけていただきます。うわ、こっちのがうまい。全然違う。昆布締めむちゃうまいですね。やっぱこの昆布の旨味ってすげえわ。やっぱ昆布締めって昆布のグルタミン酸と、あと魚に含まれるイノシン酸。これがプラスされて相乗効果になるんで、旨味が桁違いに美味しい刺身になるんですよね。無意識のうちに食べてましたもんね。で、ボラって名前だけで損してますよね。かわいそうに。で、やっぱりボラは藻を食べますんで、生息してるところの水質がもろに身に反映されちゃうんですよね。で、ほんと綺麗なところのボラはうまいんですよ。それじゃこちら、ボラのへそ、いただきます。うまい。これ食べた人しかわかんないんですけど、肉なんですよ。本当に。で、今日ね、これで焼いたんですよ。このアウトドアスパイス、堀西っていうね、このスパイスで焼いたんですけど、これむちゃうまいんですよね。ニンニクとか黒胡椒とかいろんなのが入ってるんですけど、これ振って焼いちゃうと、またさらに肉です。はい、というわけで今日はこちらの朝市で買ったボラの昆布締めとへその串焼きときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん！銀のやつ。さーっと入れて、ここで立てていくと。下手くそ。こちら、5対5ですね。いただきます。ビールからの、たまんねえ。それじゃっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はボラを使って昆布締め作ってみましたけども、ありでしたね。悪くなかったです。まだ身が生きてる状態の身を薄く削いで氷水でさーっと洗う、洗いっていう食べ方もあるんですけど、それがまたうまいんですよ。酢味噌で食べるんですけどね、それ大好きなんですよね。ボラは今から美味しくなってくる時期ですので、気持ち悪いなと思わずに、ちょっと買ってみてください。本当に美味しいんで。というわけで、今日はおしまいでした。バイバイ。